トイボールファクトリーです。今回は HG144 分の1エルガイムをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。標準的な HG の箱のサイズですね。HG エルガイムは2001年に発売された HG-HM エルガイムを一部リニューアルして新たに2021年3月に発売した最新キットです。最初にこのキットが発表された時は完全リニューアルしたキットだと思っていたんですが、まさかの一部回収のみ。どんな組み味になるでしょうか。楽しみですね。それでは作っていきましょう。重戦記エルガイムは1984年に放映されたロボットアニメで、このキットのエルガイムは主人公ダバ・マイロードが登場するヘビーメタルです。5スターストーリーズの長野守が世界設定やメカデザインを行い、それまでと違った新しいロボットアニメとなりました。ほぼ白一色の主人公機のデザインは衝撃的で、よく真似して描いた覚えがあります。色を塗らなくてもいいですしね。関節部がむき出してあったり、武器にエネルギーチューブをつなぐ描写などもリアルっぽくてかっこよかったですね。リニューアル前のキットが発売された2001年当時では珍しい CG によるパッケージで登場した HG エルガイムは細かいパーツ分けでも話題になったことを覚えていますが、当時は今ほどはプラモデルを作っていなかったので、17年も前のアニメのプラモが出るんだへーぐらいの感覚でスルーしていました。今考えるともったいない限りですが、そんなキットが2021年の今リニューアルして再発売されるとは思ってもみなかったので、長生きはするものですね。おや、首のパーツを間違えて組んでしまいました。組み直して完成。おー、思っていたより古臭さもなくかっこいい。今でもイケメン。同じ144分の1キットですが、ガンダムと比べると結構大きいですね。背中のランドブースターがさらにシルエットを大きく見せています。首の可動はほんの少し。デザインの影響もありますかね。肘もデザインの影響かあまり曲がりませんが、その代わり前腕の付け根で曲がることで可動範囲を稼いでいます。腕は水平まで上がります。肩アーマーが収納されることで可動範囲が広くなっています。肩関節はリニューアルによって引き出し機構がついたようですが限定的。腰の動きもちょっとだけ。膝関節が大きくリニューアルされたらしく、膝関節を引き出すことで大きく曲げることができます。そしてみんな大好きバスターランチャー。こちらは完全にリニューアルされています。リニューアルされていますが、なぜか合わせ目がたっぷり。ランドブースターも合わせ目バッチリ。キットの古さを感じます。ここも塗り分けが必要ですね。リニューアルポイントは多いようで、余ったパーツがこんなに。頭部もリニューアルされているようですが、違いがわかるでしょうか。ちょっとだけ角度が違います。こだわりが細かい。それでは割らして表面処理を行っていきます。ガンダムとエルガイム、どっちの方が強いかなんて話をした幼い記憶。表面処理を行います。白いパーツなので見えづらいんですが、わかるでしょうか。2つの引けがあります。こちらをアートナイフでカンナ掛けしていきます。こういうへこんだ部分は角度がついたアートナイフの方がカンナ掛けしやすいですね。引けとはプラスチックが収縮することで発生するへこみのことです。後ろに接続用のピンなどがあると発生しやすく、パーツ表面が歪んで見える原因の一つです。これを消すことで綺麗な表面を手に入れようとしているわけです。マジックやすりで整えて、これで引けが消えたかな。だいたい良さそうですね。しかしこのチャンネルの動画は専門用語が多いですよね。専門的な趣味の動画なので仕方がないところです。プラモデルについて人と直接話すこともないので、なかなか知識を得るのは難しいですね。僕はプラモデルの入門本や検索していろいろ調べて覚えたんだと思います。
とはいえまだまだ知らないことも多いので、さらに知識を増やせたらなと思っています。そんなこんなで表面処理終了。いい感じかな。さて、バスターランチャーの登場です。合わせ目処理と後はめ加工を行います。引っかかる部分が多いですね。バスターランチャーは丸ごとリニューアルされているんですが、後はめ加工がかなり大変そう。合わせ目消しをしないという方法もありますが、今回は久しぶりに後はめ加工に挑戦します。まずは瞬間接着剤のイージーサンディングで合わせ目を接着します。接着剤が乾くのを待つ間にバスターランチャー後部の後はめ加工。バスターランチャー後部を後ろから差し込めるようにします。その際に引っかかる部分をカットしていきます。接続ピンもカット。引っかかる部分を短冊状に切ってむしり取っていますが、ニッパーでむしり取るのは歯を痛めそうですね。やらない方がいいと思います。ニッパーだけでは細かく切り取ることができないので、ウェーブの細幅彫刻刀で切り残しを整えました。バスターランチャー本体の出っ張りもニッパーでバッサリカット。これで入るかな？入った。バッチリ。それでは塗装を行っていきます。今回もサフレス塗装。白装甲は EX ホワイトを塗装。後で2回目を塗装してちゃんと光沢を出します。続いて EX ブラック。他のパーツは全て黒下地にしました。EX ブラックだけ1対2で希釈していますが、他の塗料ももっと濃いめでもいいかも。メタルカラーアイアンを塗装します。バスターランチャー。乾燥ブースを占領している大物から塗装しちゃいましょう。手間のかからないパーツを先に塗装した方が時短になるかなと思っていますが、実際どうなんだろう。字が汚くて読めない。パールカッパレッドゴールドと書いてあります。以前 R3 エルガイム M2 を塗装した時に作った塗料です。確かパールカッパーとレッドゴールドを1対1で混ぜたものだったと記憶しています。普段はあまり混色しないんですが、よりにもよってメタリックカラーを混色してみたところ、結構いい感じだったので再び使ってみました。関節を伸ばして隠れていたところを塗装。目立たないところならこんなズボラな塗装でも気になりません。手を抜けるところはとことん手を抜いていく所存であります。プリズムブルーブラックを塗装します。この塗料は限定品なので今では入手困難です。塗料がなくなってしまうのが怖いですが、クリスタルカラーのサファイアブルーとクリアブラックで再現できないかな。バスターランチャーのチューブをスターブライトゴールドで塗装します。オレンジ色のパーツを金で塗るのと思われた方、記憶力がいいですね。クリアレッドを重ねてオレンジ色っぽくしてみましょう。赤と黄色を混ぜたらオレンジ色になるという発想、単純ですね。僕は塗料同士を混ぜるのは苦手ですが、こうやって重ね塗りで色を作るのが大好きです。つま先にゲート跡ががっつり残ってました。塗装している途中で気づけという話なんですが、なぜ見逃す。見なかったことにするという必殺技で済ませたいですが、つま先では目立ちすぎ、おとなしくヤスリがけしてもう一度塗装しました。こちらも失敗って全く分かんないですね。手油のせいで塗料を弾いて柚子肌になってしまったのです。気になったものはしょうがない。ということで再塗装。失敗が怖いという話をよく聞きますが、失敗のないテカテカ塗装など存在しないので、泣きながら修正を続けるだけでございます。この世にあるのはダメな失敗とマシな失敗だけなのさ。なんてね。EX クリアで光沢をさらに出していきます。プリズムブルーブラックはそのまま塗っただけでは光沢が出ないのでクリアコートが必要です。たっぷり吹きつけて、わお、テッカテカやね。白装甲にちょっとニュアンスを追加、プリズムブルーグリーンを吹きつけます。こうすることでエルガイムの独特の雰囲気を表現できるかな。わかりづらい。再びの EX クリア。変更系塗料はクリアコート必須ですね。クリアコートすることで光沢の周りに緑色が若干見えるようになっていきます。
そういえばプリズムブルーグリーンなどのガイアノーツの変更塗料がもう全然手に入らないですね。なくなったらどうしよう。さらにおい EX クリア、乾燥を挟んでさらに光沢を出していきます。この後コンパウンドで磨くので塗膜の厚みを増やして塗膜を保護する意味もあります。こってり塗り倒しました。取り出したる2つのパーツ、共通点はそう塗り分けが必要なパーツです。2つともランドブースターのパーツでリニューアルされなかった部分ですね。ここは苦手なマスキングをせざるを得ない。キャンディー塗装では重ね塗りが多いので乾燥を待つ間にマスキングの下の塗装に影響が出たりすることがあってマスキングは鬼門なんですが、今回は上からプリズムブルーブラックとパールカッパーレッドゴールドをそれぞれ1色ずつ塗装するだけなので失敗する確率は少なそうかな。マスキングする対象の角を狙いやすいように端を斜めに切ったマスキングテープを貼り付けています。反対側も同様に角を狙って貼り付け、余ったマスキングテープで空いてるところを埋めて終了。これでうまくいくといいんですが、まあちょっとくらいはみ出しても気にしない。ドキドキワクワク塗り分けを行います。果たしてうまくいくでしょうか。白下地にプリズムブルーブラックを塗装しているのですっけすけですね。焦らずに少しずつ塗り重ねていきます。焦って塗れるように吹きつけてしまうとマスキングテープの隙間に塗料が染み込んだり、マスキングテープ自体に染み込んでしまってマスキングテープの下の塗膜を傷めてしまうことがあるので注意が必要です。さあ緊張の瞬間、果たしてうまくいったでしょうか。問題はなさそうですね。なんとかなったようです。やったね。あらあら、これは結構なテカテカですね。しかし飽くなきテカテカへの追求は止まらない。フィニッシュコンパウンドでさらに研ぎ出していきます。今回はクリーニングクロスで磨いていきます。ここ数回コンパウンドの研ぎ出しでうまくいかなかったのは綿棒で研ぎ出していたのが原因かもしれないということで初心に変えることにしました。基本は大事ですね。今回は塗装後の状態でかなりいい光沢が出ていたのでポリッシュコンパウンドでの研ぎ出しは省略することにしました。ちょっと曇ったりしていましたからね。ここ数回の研ぎ出しでの失敗の原因は綿棒で傷をつけてしまった、コンパウンドをつけたまま放置して塗膜を傷めてしまったと考えています。綿棒の繊維が硬い、もしくは綿棒の軸が当たって傷をつけてしまった可能性があります。まあ要検証なんですが原因として十分考えられそうです。コンパウンドをつけたまま放置というのはこれパッケージをよく読んでみたらダメだと書いてありました取扱説明はちゃんと読まないとダメですね。なので今回はコンパウンドで磨いたパーツは放置せずにすぐに食器用洗剤で洗うようにしました。これで問題ないはず。コンパウンドをつけたまま放置しないというのは胸に刻み込むとして綿棒の方がちょっと問題ですね。細かい部分を磨きたいときはどうしたらいいのか、そういう専用の道具とかあるんでしょうか。フィニッシュマスターなんか良さそうですが消耗品と考えるとちょっとコスパが悪そう。いろいろ探してみないといけないですね。ということで延々磨いていますが動画だと違いがわからないですね。キリがないので次に行きましょう。シタデルカラーで部分塗装を行っていきます。アバンドンブラックで穴っぽいところを塗りつぶしていきます。前回の無限ドラモンへのコメントありがとうございました。たくさんのコメントをいただけたなと思っていたらおかげさまでチャンネル登録者数が2万人を達成しました。いつも視聴してくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。何言ってるかよくわかんないけど楽しく見れましたみたいなコメントもいただけて嬉しい限りですね。気に入ったキットを大好きなテカテカに塗装するというコンセプトの動画をアップし続けるチャンネルです。失敗を重ねつつ最短でテカテカを手に入れようと精進しております。間違っていたり遠回りだったり
真似しにくかったり参考になったりならなかったりするよくわからない動画ですが、これからもどうか一つ温かい目で見守っていただければ幸いです。いくつか質問コメントをいただいたのでお答えします。制作期間はどれくらい？毎回だいたい1週間を超えるくらいで作っています。光沢塗装をするには早すぎると思うので、実際に真似するときにはもっと時間をかけた方がいいと思います。先ほど紹介した R3 エルガイム M2 は動画にすることを考えていないので3ヶ月ほど。チャンネルページのバナーにあるマスターグレードサザビーも3ヶ月半ほどかけて作ったものです。今見ても惚れ惚れするような光沢を見せてくれますが、さすがに時間がかかりすぎてもう二度とやりたくないレベルです。60分の1マジンガー Z を塗装するときにできるだけ早く塗装してみようと、これまでのノウハウを駆使することで2週間でそれなりのレベルの光沢を得ることができました。このでかいマジンガー Z を2週間で作れるなら HG なら1週間で作れるのでは？さらに経験を積めばマスターグレードサザビーでも1ヶ月もあればできるようになるのではという思いがあって早いペースで作り始めた経緯があります。さらに最近記憶力も下がってきたので、作った工程を動画で記録しておけば忘れたとしても自分の動画を見れば思い出せるのではという悲しい理由もあって動画を撮り始めました。今回の墨入れはエナメル塗料の墨入れ塗料グレーで行いました。ナルンオイルだとちょっと暗すぎました。これからも効率化を図りつつさらなるテカテカを目指したいですね。他には肉抜き穴って何ですかという質問がありました。ネットで検索した方が早い質問ですが、プラモデルは文字通りプラスチック樹脂でできています。熱によってプラスチックを溶かしてこれを金型に入れて固めるとプラモデルになります。しかしプラスチックは冷やして固まるときに縮んで歪む性質があり、樹脂の量が多いほど歪みが目立ってしまうので、これを防ぐため少ないプラスチックの量にするために作られたデザインにはない穴などを肉抜き穴と呼んでいます。僕も専門家ではないので間違っている可能性があるので自分でも調べてみてください。他には僕らのウォーゲームで好きな場面はどこですかという質問。これはもう島根だからな、一択です。ベビーメタル。ということで全てのパーツが揃いました。組み立てていきます。エルガイムはデカールが似合わなそうだったので今回は貼りませんでした。楽ですね。組み立てといえばもう一つ質問コメントがありました。組み立てるときに塗料が剥がれてしまいますが対策はありますかという質問。ありますよ、対策。めっちゃ気をつけて組み立てることです。これが一番大事ですが、他にも塗膜を厚くしすぎないとか、パーツが擦れてしまいそうなところはあらかじめ塗装する前にヤスリをかけて隙間を作るようにすることで塗膜同士がぶつかったりしないようにすると塗膜を剥がしてしまいにくくなります。仮組みの時にはめ合わせがきついところなどは剥がれやすかったりしますね。そういった箇所は先に一皮剥いておくことで塗膜剥がれの対策ができるんじゃないでしょうか。エルガイムさんイケメン。今回制作したエルガイムは2001年のキットをリニューアルしたということで、全体的に古臭さも感じる組み味でしたが、リニューアルしたことで現代的な雰囲気もあり、なんだか古いのか新しいのかよくわからないキットでした。合わせ目が多かったり色分けも足りない部分もありますが、スタイリングはとても良く、20年以上前のキットが元になっているとは思えないほどです。塗装するには難易度がちょっと高いかもしれませんが、挑戦する価値のあるキットではないでしょうか。ということで完成。ほらね、めっちゃかっこいい。いい感じに光沢が出ていますね。38年の時を超えて再び目の前に現れたエルガイム。こんなにシュッとしてたかな。めっちゃかっこいい。塗装している間はかっこよくなるのか結構不安だったんですが、
奇遇でしたね。サイズも大きくて大満足です。ということで HG144 分の 1L ガイムをテッカテカに塗装しました。この現代に新キットとしてエルガイムが蘇ると思ったら、まさかのリニューアルキットで驚きましたが、新しさと古さとが混ざり合った不思議な組み味のキットでした。 HG と銘打ちながら腕や足にフレーム構造があり、各部の合わせ目や後はめ加工など処理を必要とする部分も多く作り応えがありました。38年という長きにわたって積み重なった思いを揺さぶるにはちょうどいい難易度なのかもしれません。リニューアルされたことで現代に蘇ったエルガイム、さらに思いをこじらせないうちに作ることができてよかったです。ということで HG144 分の 1 エルガイムのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。押し入れの中にあるナイト・オブ・ゴールドのキットを作るのはいつになるかな。